皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。ビニールハウス内の気温が高くなり、虫がブンブンと飛んでいたビニールハウス内に収穫してきたニンニクを吊るしてみたところ、少し虫が減ったように感じました。それにしてもちょっと匂いが気になりますね。そしてなかなか根付かなかったピーチブリデにようやく根が出ていました。後でしっかり水やりをして、このピーチブリデは根が出ているのでもう触りません。派手姿の奥のマクドガリー×ラウレンシスを見ると花が咲いていました。ちなみに植え替えしたての時はこんな感じでした。ピーチブリデの寄せ植えもマクドガリー×ラウレンシス同様にあまり変化はないようですが、葉に張りがあるのでしっかり根付いているようですね。このルビーネックレスはちょっとかわいそうなぐらいに茎が干からびていました。寄せ植えされている多肉も元気がありません。元気にこぶいているのはエリザベスです。デカベリアだったエリザベスがダメになってしまったかと思ったんですが、こんなにこぶいてくれて株分けするのが楽しみです。この日はリメ缶に新しく買った多肉を植え替えようと思っていたんですが、少し前に買った多肉たちがなんと葉焼けしてしまっていました。最近天気が悪かったり、急にお天気になったり、そのせいでちょっと多肉が焦げてしまいました。そして今回スーパーで見つけた多肉がこのアンゴラです。本来モケモケ多肉は苦手なのであまり手は出したくなかったんですが、このモケモケ具合の可愛さに惹かれて買ってきました。こんな感じで植え付けてみようかな。その前にちょこっと DIY です。ダイソーで購入したペイントのカラーはスモーキーアクアです。これを使いステンシルしていきます。実はこの木のプランタ、旦那にプレゼントしたんですが、使ったのは最初だけ。結局色を塗りステンシルして私が使うことにしました。今使っているステンシルシートは手作りしたものです。この唐草模様は私が大好きな模様です。今回は四隅にステンシルしてみることにしました。ちなみにこのステンシルシートはクリアファイルを使って作っています。好きな形を切り抜いて、こうしてスポンジでトントンするだけでこんなに可愛い模様がすぐにできるので、ぜひ作ってみてくださいね。先ほどのアンゴラをリメ缶に植え付けしていくんですが、今回使用する土は雨に濡れて少し湿っています。今回はちょっと植え替えしにくいかも。それにしてもこのアンゴラ、なかなかポットから抜けませんでした。少し格闘してやっとポットから抜くことができました。根がしっかり張って巻いていました。今回この根は崩さずにこのまま植え付けてみようと思います。土が濡れているのでなかなか思うようにいきません。
はじめは単独でこのアンゴラを植え付けようと思っていたんですが、まだ苗が小さいのでアンゴラを後ろ側に寄せて手前に黒梅穴を植え付けることにしました。その前にセリアで購入していたこの肥料を少し入れてみました。後で名前がわかるようにアゴラに札を立てておきます。そしてこの鉢に植わっている黒梅穴を先に植え付けようと思ったんですが、ここに星の王子が植わっていたので、これも一緒に寄せ植えすることにしました。茎が長いのでカットしようと思ったんですが、株元を見ると小さな小株が出ていたので、このまま植え付けることにしました。鉢の中を見るともう一本星の王子が隠れていました。これは根が出ていなかったようで、葉がしわしわにしおれていました。このブロ梅穴も鉢からはみ出していい感じに成長しているので、この鉢からはみ出している株をそのまま引っこ抜いて、リメ缶からはみ出るように植え付けしていきます。このブローメ穴を植え付けるときには一気に雑な感じになってしまいますが、ブローメ穴はとても強い多肉なので、土の上に転がしておくだけでもいつの間にか植えています。なので少々手荒な扱いをしても枯れることなく元気に育ってくれる多肉です。こうしてリメ缶からはみ出して植え付けていくだけで、寄せ植えが一気に豪華になってきますね。ブローメ穴をこれだけの量を植え付けても、鉢にはまだたくさんのブローメ穴が茂っています。余ったブローメ穴はまた畑の横にでも植え付けに行こうと思うんですが、取られなきゃいいんですけどね。一応手の届かない奥の方に植え付けているので大丈夫かな。そしてこの鉢にはまた別の多肉を植え付けようと思っています。次はどんな多肉を植えようか考えるのも楽しいですね。ブローメ穴を植え付け終わりましたが、アンゴラの株元が少し寂しいようなので、株元にこの舞乙女を何本か植え付けることにしました。
すぐに倒れてしまうので、少し土を足してみました。もう一本ぐらい植えれるかな。これでアンゴラの寄せ植えも完成しました。はい、ということで今日の動画は庭多肉の様子とちょこっと DIY、 そしてこのアンゴラの寄せ植えを作っていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。